皆さんこんにちは、あかねです。今回年末年始に初めて香港に行ってきました。羽田から約5時間のフライト後、朝4時過ぎに香港空港に到着。空港にはレストランやお土産屋さんもいくつかあって、デジタルの滝も流れてました。友達が別の飛行機で9時過ぎに到着する予定だったので、空港内をちょっとブラブラした後にお腹空いたのでレストランで朝ごはん食べることにしました。唐突ですが、空港のセブンで買ったこのフレッシュなジュースめっちゃ美味しかった。なんか香港っぽいものが食べたいなと思って入ったのがこちらのお店です。こちらでワンタン麺をいただきました。美味しかったです。初めての香港料理です。その後友達と合流して電車に乗って香港市内へ、2階建てバスとか街の雰囲気見ながら香港っぽいなと思いながら近くをちょっと散策します。そうこうしてたらお腹が空いてきたので、たまたま見つけたファストフードのお店に入ってみました。何頼んでいいか迷ったので、とりあえず一番推してそうなお粥を頼んでみました。と、あと洋梨が入ったこのお茶。このお粥はタラのお粥でした。味がしっかりあってめっちゃ美味しかったです。続いてチムサーチョイというエリアにやってきました。ここは香港一の繁華街です。グルメ、ショッピング、夜景鑑賞まで全てを楽しめるエリアです。土日はすっごい混雑してて、たくさんの人で賑わってました。いくつかお店を見て買い物して、朝も早かったので早めにホテルに戻ってちょっと休んで夜ご飯に出かけます。あっという間に日も暮れて夜になりました。どこ行こうか迷ったんですけど、香港人の知り合いにどこかおすすめあるって聞いたら、ディンタイフォン美味しいよ、東京にもあるけどねと教えてくれたので、ディンタイフォンに行くことにしました。有名なお店で日本にあることも知ってたんですけど、行ったことなかったのでディンタイフォンで夜ご飯をいただくことにしました。案の定めっちゃ混んでて、だいたい40分ぐらい待って中に入ることができました。めっちゃお腹が空いてたので気になったものをどんどん頼んでたら、テーブルに乗らないぐらいの量届いてしまいました。でも全部美味しくて、2人で全てを完食いたしました。1日目はこんな感じで軽く遊んで食べて過ごしました。香港の街は人もすごい多くて賑やかで、かなり活気を感じる場所でした。1日目は朝も早かったし、ゆるっと過ごして2日目に行きたいと思います。2日目は本当はマカオに行く予定だったんですけど、フェリー乗り場に行ったら時間が9時半と15時半ぐらいしかなくて、時すでに遅し11時ぐらいだったので諦めて近くをブラブラすることにしました。ブラブラしてたらものすごくローカル感が漂う市場に迷い込んでしまいました。最初お花とか果物とか野菜とか売ってたので、観光客が来るようなところじゃないなと思いながら突き進んでいったら、なんと奥にフードコートがありました。そこで朝食を食べることにしました。メニューが中国語しかなかったので何書いてるかさっぱりだったんですけど、とりあえず気になったものをいくつか頼みました。本日も朝からたくさん食べます。まずエビのワンタン麺と魚肉のやつスープと、あとトーストに蜂蜜のソースみたいなのがかかったやつと、エビと卵のチャーハンみたいなやつを食べました。朝食の後は香港といえばの景色が見られる場所にやってきました。こちらでは有名なブルース・リーの銅像と写真を撮ったり、かわいいかわいいディオールのツリーを見つけたり、あとは映えスポットで写真撮影をしたり、ペニンシュラホテルがシャネルでデコレーションされているのを見ながら次の目的地に向かいます。続いてクオリーベイというエリアにやってきました。
こちらには映画の撮影にも使われた巨大マンションがあるみたいで、そちらを見てみることにします。駅から目的地までのビル群がもうすでにすごかったんですけど、目的地はこちらです。見て、これすごくない？全部住居なんですよ。映画の撮影で使われたことで観光スポットとして人気になったみたいです。はい、そしてランチタイムです。ランチはたまたま見つけた台湾の料理屋さんティーウッドっていうところに入ってみました。こちらはタピオカミルクティー。普段あんまりタピオカミルクティーって飲まないんですけど、せっかく本場のお店に来たからということでホットで頼んでみました。甘すぎなくて美味しかった。そしてホタテとイカスミの麺、意外とウエスタンスタイルだったけど美味しかったです。これは友達が食べてたビーフのヌードルです。はい、そして香港でやりたかったことの一つ、ナイトマーケットに行く。本当は、女の人の街って書いてノイアン街っていうところに行く予定だったんですけど、そこに行っている途中に見つけたこのテンプルストリートナイトマーケットに来てみました。この日は土曜日だったからかめちゃくちゃ人多くて、もうごった返してる状態で全然歩けないような感じでした。ここは食べ物の他にも雑貨とかお洋服とか売ってるところもありました。本当はここでいくつか食べ物つまみたかったんですけど、人もめちゃくちゃいて、で食べるスペースもなかったから今回ちょっと諦めました。でもどんな感じか見れたので良かったかな。Day3、まずは朝食を食べに Google マップでおかゆと検索して気になったところに行きました。これはオイスターとチキンのおかゆ。朝食におかゆめっちゃ良かった。で、こちらはちまき、魚を煮たやつとなんか芋とか栗とかが一緒に入ってました。これも美味しかった。これが意外にめっちゃ美味しくて、タコになんか甘辛い味噌を混ぜたやつ。はい、続いて焼き小籠包。ここはたまたま通りかかったお店で、ここだけすごい行列ができてて、これ食べなきゃと思って並びました。左からマーラー、普通のエビです。ここも結構人だかりができてたので食べてみることに。私はエッグタルトを人生初めて食べ、優しい味で美味しかった。ずっと食べてばっかりなのでちょっと休憩がてらカオルンパークにやってきました。ここ無料で入れるんですけど、フラミンゴがいたり野鳥を観察できたりと結構充実してて大きな公園で楽しかったです。続いて香港でやりたかったこと2つ目、美味しいお茶を飲むこと。ここは激戦された中国茶と美味しいベジタリアンの点心が楽しめるお店です。私ミルクウーロンが大好きなのでそちらを飲んでおります。ミルクウーロンはウーロン茶なのになんとなく甘い香りがしてすっごく美味しいんですよね。1人2000円ぐらいとお茶だけにしてはちょっとお高めかなと思ったんですけど、相場がわかんないんですけど、でもお茶マスターにセレクトされた茶葉を使用されてて味もすっごい美味しくていい経験になりました。夜ご飯を食べにホテルの近くに戻ってきました。ホテルの近くにいつも行列を作ってたテイクアウト専門のお店があったので、そちらでお弁当をテイクアウトしました。いくつかお惣菜があって自分で好きなものを選ぶんですけど、私は酢豚とあと菜の花の炒め物を選びました。これがめちゃめちゃ当たりでした。やっぱり並んでるところは美味しい。4日目はディズニーに行くので実質香港のステイはこの日が最後でした。香港は美食の街と言われるだけあってやっぱりご飯は何食べても美味しかったです。今回時間の都合とかで行けなかった観光スポットがいくつかあるので、また次回香港に戻ってこれたらいいなと思います。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。Thank you for watching until the end. See you in my next video. Bye bye.